ご機嫌いかがでしょうか。私は長年、大学で化学反応を伴うシステムに対して理論と実験を駆使しながら研究を行ってきたものです。日本を含めて世界中で数式モデリングのような理論的研究を軽視する傾向があります。そこで本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今日は数式モデルとは何かについてお話しいたします。数式モデルとは、変数やパラメータに記号を割り当ててシステムまたは現象を記述した数式のことです。実際のシステムは複雑すぎて正確に数式で表すことができません。そこで立式を容易にするため、いくつかの仮定を置き、許容できる範囲内で実際のシステムまたは現象を簡略化します。このため、与えられる数式はあくまで実際のシステムまたは現象に対するモデルとなります。また、数式モデルは暗黙の仮定、すなわち常識的であり表には現れない仮定と意識の下で設定される仮定を含んでいることになります。これにより、数式モデルには設定された仮定の特徴が含まれることになります。数式モデルは次のような性質を持っています。1、変数やパラメータに記号を割り当ててシステムまたは現象の特徴が表されています。2、いくつかの仮定を置き、許容できる範囲内で実際のシステムまたは現象が簡略化されています。数式モデルの例をいくつか挙げて説明しましょう。最初の例は、熱力学における数式モデルです。熱力学は19世紀の中頃に起こった学問分野です。熱力学では、エネルギーと物質がシステムの内外へ移動可能であるかどうかにより、システムを次のように3つに分類します。まず、エネルギー、物質の出入りがなく完全に閉ざされている空間を孤立システムと言います。逆に、両方とも自由に出入りできる空間を開放システムと言います。さらに、エネルギーは自由に出入りできるが、物質は出入りできない空間を閉鎖システムと言います。熱力学では、エネルギーを大胆に3つの種類、すなわち熱、仕事、内部エネルギーに分けてモデル化しました。ここで熱と仕事は大体のところでどのようなものであるか推測できます。では、内部エネルギーとは何なのでしょうか。これはシステム内の分子が持つ運動エネルギーと分子間力によるポテンシャルエネルギーの総和です。今、閉鎖システムにおいて、外界からシステムへ熱量 Q が加えられ、システムが外界へ向かって仕事 W をするとき、システム内の内部エネルギーがデルタ E だけ増加すると仮定します。この時のエネルギー収支は、デルタ E イコール Q-W という簡単な式で表されます。この式は、熱力学第一法則と呼ばれており、エネルギーが形態を変えて保存されることを表す非常に簡単な数式モデルです。システムを簡略化することで、理論展開が容易となり、その結果、多くのことが明らかとなりました。熱力学第一法則の式は、仮定を導入することで実際のシステムを簡略化し、変数を記号で表していることから、数式モデルの性質を有しています。次の例は、車での移動に対するモデルです。今、100km 離れた A 地点から B 地点まで、車を使って時速 50km で移動したとき、何時間かかるかを知りたいものとします。答えは簡単ですね。100km を 50km per h で割り2時間となります。この計算が簡単なのは、次のような仮定を行い、
実際のシステムが簡略化、すなわちモデル化されているからです。1、距離は厳密には 100km ちょうどではなく、近似的に 100km であると仮定しています。2、途中の信号が赤のとき停止しなければなりません。また、上り坂や下り坂もあります。よって速度は微妙に変化するので、時速は正確には 50km/h ではありません。しかし、計算が複雑になるので、平均して 50km/h であると仮定しています。これらは暗黙的な、すなわち常識的な仮定であり、実際には表には現れません。モデル式を設定する場合、数値ではなく記号を使えば異なる距離や時速でも計算できるようになります。そこで距離を d km、時速を v km/h、所要時間を th と表すとき、次のような数式モデル、すなわち t イコール d 割る v を得ます。本式は仮定を導入することで実際のシステムを簡略化し、変数を記号で表していることから数式モデルの性質を持っています。最後の例は、酵素が触媒する反応システムに対するモデルです。酵素はアミノ酸の結合により形成されたタンパク質です。これは水溶液中に存在するさまざまな化合物の中から特定の分子だけと結合し、決められた物質を生成することができます。今、酵素分子を E、これに結合する基質分子、すなわち反応物を S、生成物を P で表します。この時、より厳密な反応スキームは1式のようになります。酵素はまず基質と結合し、活性複合体である ES を形成します。S は結合された状態で酵素と生成物の活性複合体である EP になり、その後分離して P が生成します。この時、酵素はそれ自身変化せず、反応を迅速に進める触媒として機能します。しかしながら、この反応スキームはやや複雑です。そこで酵素と生成物の複合体形成を無視して2式のように表します。離式するにあたり、いくつかの過程がなされます。1、酵素分子と基質分子は溶液中に均一に分布しています。これは暗黙的な、すなわち常識的な過程です。2、溶液の温度は均一です。これも暗黙的な過程です。このような暗黙的な過程は通常表には現れません。3、基質分子数は酵素分子数に比べて十分に多い。これは意識して行われる過程です。前述の反応スキームによれば、ミカエリスメンテン式と呼ばれる3式のような酵素触媒反応に対する式が得られます。ここで各記号はここに示す変数パラメータを表しています。本式もまた数式モデルの性質を持っています。すなわち、仮定を導入することで実際のシステムを簡略化し、また変数、パラメータを記号で表すことによりシステムを数式で表しています。以上、今回は数式モデリングの基礎、数式モデルとは何かについてお話ししました。その内容をまとめます。1、数式モデルは変数やパラメータに記号を割り当てて実際のシステムまたは現象を記述した数式である。2、離式を容易にするため実際のシステムに対していくつかの仮定がなされる。3、この仮定には暗黙的な、すなわち常識的なものと意識して設定されるものがある。4、この仮定により実際のシステムは
許容できる範囲内で簡略化、すなわちモデル化され、最終的に数式の形で与えられることから数式モデルと呼ばれる。今日のお話はこれで終わりです。まだ数式モデリングの基礎についての話が続きますが、根気強く聞き、理解してください。それではごきげんよう。